高橋明弘さん当時14歳、爆心地から1.4キロの中学校で朝礼で整列した時被爆しました。その日から1年半に及ぶ闘病生活を余儀なくされましたが、指の先に突き刺さったガラスの跡からは黒い爪が生え続けています。当時のこの位置の広島市立中学校の校庭に整列をしようとしておりました。でちょうど私たちはこの校舎も当時とほとんど変わりません。朝礼台がありますけども、その朝礼台に向かって整列をしようとしておりました。で B29 一機が上空を通りかかっておりました。で私たちはみんな空を仰いで指さしながら飛行機の通るのを眺めておりました。でその時校舎から教師が出てきて級長が整列という号令をかけました。空を仰いでおった私たちの顔は一斉にその前に向きました。でその時です。ものすごい轟音がして、辺り一面真っ暗闇になりました。爆発をした瞬間はちょうどこの絵にありますように一瞬辺りが真っ暗闇でして、一寸先が見えない、目の前すら見えないという状態になったんです。その時私自身すでに爆風でみんな吹き飛ばされておりました。もちろん明るくなって気がついたわけでありますけども、私自身10メートルぐらい後方に吹き飛んでおりました。で私たち友人もこういうふうに校庭のあちこちに爆風で吹き飛ばされて友人たちも校庭一帯に倒れておりました。遠くを見てもこういうふうに一切がなくなっておったと。で広島の町が完全になくなってしまったという、そういう感じをその時私は受けました。で自分の体を見ますと、もう着ていた衣服はもう熱線でボロボロです。体も頭の後ろ、背中、両手両足に大きなやけどを負っておりました。皮膚がこんなにむげてぶら下がっておりました。で西の方角には私の自宅がありますし、家族が住んでおりましたから、その方角に、無意識に足が向いてたということです。でしばらく行きますと私の名前を呼ぶ声がします。でよく見ますと、同じ町から一緒に通学をしておった山本君という友人が私を呼んでおりました。彼も私と同じように大やけどを負っています。川の方角に向かって逃げていったわけなんですけど、その途中で、多くの被爆者に出会いました。上半身の皮膚が全部めくれてしまっているという、そういう男性で、眼球が飛び出していると、全身血だらけの女性もおりました。で母親と赤ん坊が道端に転がっておりました。この2人は全身もずるむけの状態でありました。もう無我夢中でその家屋の残骸の上を四つん這いに張って、やっとの思いで川岸へ出ることができたわけであります。で出たところ一瞬でしたけども、火災が起こってきました。もうほんの一瞬の出来事でありました。私たち2人は幸いにもその火災の外側に一歩早く、逃げ足が一歩早かったためにその火災の外側に出ておりました。逃げ足が一瞬遅かったら完全にその火災に巻き込まれて私たち2人は焼き死んでおったと思います。でこんなに4メートル5メートルの火柱が天に向かって吹き上げていくわけでありました。なぜか不思議と小さな木の橋が爆風で壊されないで残っておりました。それを渡って、向こう岸へ行ったわけでありますけど、山本君はなぜかはぐれていなくなっておりました。私は一人で、向こう岸へ行って、川の中に3回使ったことを覚えています。猛烈に
体中が熱いわけですね。もうヒリ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 しても熱くて熱くてたまらないと。その燃えるように熱い私の体にとりまして、川の冷たい水は本当に宝のようでありました。川から上がって線路伝いに家の方角に向かって帰っていったわけでありました。その途中でまた、私の同級生八田徳次郎君という友人に出会ったわけでありました。なぜか足の裏っ側をやけどをしている。大変不思議でありました。しかし紛れもない事実でありました。足の裏っ側の皮がめくれてしまって、赤みが出ていると。大やけどを負った私ではありましたけども、彼を見捨てて一人だけで自宅にとても帰れませんでした。一つは両膝と両手を使って彼を四つん這いに這わせたわけですね。で次には彼の両かかとで立たせました。で私が彼の体を支えてやって、そして助け合いながら帰っていったわけであります。その2つの方法を繰り返して家の方角に向かって帰っていったわけで、疲れ果てて休んでおりましたら、私のおじいさん祖父の弟夫婦、つまり王子大伯がこちらに向かってくるのに出会いました。本当に偶然でありました。地獄で仏に会うということわざがありますけども、まさにその通りです。生き地獄さながらの状態の中で、その王子大伯は私は本当に仏様に会ったというような感じがいたしました。でそれ以後約1年半闘病生活をしまして、まさに九死に一生を終えました。でこうやって生きておりますけども、私の友人およそ60人、同じクラス60人おりましたけども、現在はそのうち10名、私を含めて10名しか生きておりません。一緒に逃げた山本君も八田君も、いわゆる急性放射能症状、いわゆる原爆の放射能によって殺されていったわけであります。いわば放射能によって人間の体が腐っていくわけでありますけども、その急性放射能症状によって八田君も山本君も殺されていったわけであります。私はこうやって今の地球上に生きておりますけども、しかし私自身今後遺症を抱えています。慢性肝臓炎、耳鼻科、あるいはがん科、皮膚科、外科というような病院にも私は通っております。毎日毎日一日一日が不安でなりません。さらには私のこの両手にはケロイドの跡が残っております。で右手が一番やけどがひどかったわけでありますけども、この右手のこの部分にケロイドがこうありましたけども、それは手術によって昭和29年に手術によってこのケロイドの部分を切り取ってもらって、多少こう手首が動くようになりましたけど、しかしこの4本の指はこう曲がったままで、右の肘も120度に固定したままでこう動きません。いわゆるこの人間の体の肉と骨が完全にくっついて硬直状態を起こしたということになります。でさらに私のこの、右手の人差し指には普通の爪が生えておりません。黒い爪が生え続けております。資料館に私のこの飛び散ってここに刺さりました。でそのガラスの片で、この爪を生やす細胞がこの辺りにあるんだそうでありますけども、この爪を生やす細胞を破壊したと、壊したということですね。それで、黒い爪が生え続けております。これからもこの人差し指の爪は黒い爪が生え続けていきます。もう普通の爪には戻らないということです。しかし私は10人の仲間と当時の旧友と一緒に今生きております。で死んでいった者たちのその死を決して無駄にしてはいけないという、そういう気持ちで私はこの40年間生きてきました。で病気がちな
体をひこじりながらこの40年間生きてきました。時にはこんなに苦しんでまで生きながらえていかなければならないんだろうかと、そういうふうに絶望的になることすらありました。しかしその都度せっかく生き残ったんだからと、やはり生き残った者の務めを果たさなければならないと、そういうふうに自分に言い聞かせて生きてきたわけであります。死んでいった者たちの無念さ、死んでいった者たちの声なき声を後世後の世に若い人たちのために語り伝えていくのはやはり生き残った者の務めだと、そういうふうに言い聞かせて生きてきましたし、これからも私はその気持ちをやはり積極的に生かして、今お話ししましたような自分の被爆の体験を若い人たち、あるいは国の内外に語り伝えていきたいと、そういうふうに今思っております。高橋明弘さんの証言でした。